皆さんこんにちは。今日はラジコン飛行機を飛ばそう。第2回、スラストレバーとラダーペダルってなんだをお送りします。まずは、スラストレバーからです。前回と同じように、写真から見ていきましょう。F16 ですと、パイロットの左手のこれになれます。A320 だと、やはり反対側で、パイロット右手のこれになれます。さて、ではラジコンではどうでしょうか。ラジコンのコントローラーですと、これになります。やはり、戦闘機風の配置だと思っていただいて大丈夫です。これを操作することで、エンジンの出力が調整できます。さて、実際に見てみましょう。この飛行機に、スラストレバーをつけてみます。少々お待ちください。意外と難しい作業なのです。はい、これがスラストレバーです。これを掴んで前方に押すと、飛行機は加速し、より前方へ向かおうとします。そして、後方に引けば、飛行機は減速します。これがスラストレバーです。簡単ですよね。ただ、実際には違う結果を示します。それはまた今度、お話ししましょう。さて、次はラダーペダルです。ここからが問題です。ラダーペダルは、パイロットの足元にあります。しかし、ラジコンはどうでしょうか？ラジコンは立って操縦するので、ペダルを操作できません。そこで代わりに、スラストレバーを左右にも動かせるようにして操作します。さて、ラダーペダルとは何でしょうか？あえて表現すると、ブレーキに近いです。ちなみに、タイヤのブレーキもラダーペダルで操作します。これを、トーブレーキと呼びます。タイヤのブレーキをつま先で、ラダーをかかとと言いますか、土踏まずで操作します。実際に踏むと簡単なのですが、言葉で表現するのは難しいですね。さて、とりあえず、ラダーペダルをブレーキペダルだと考えます。つまり、踏んだ側が減速します。飛行機が左側から飛んできましたね。この飛行機の左のペダルを踏んでみましょう。すると、左側だけ減速するので、飛行機は左を向き始めます。しかし、ここで、厄介な現象が起きます。バランスが崩れて、飛行機が左に傾き始めるのです。飛行機は横に傾くと、さらに前方に傾き始めます。地面に真っ逆さまですね。これがラダーペダルです。必ず、複雑な挙動を示すので、いかに操作をサボって、ラジコン飛行機を飛ばすか、を練習している人が、最初に操作をサボるのがラダーペダルです。ちなみに実物の飛行機は、ラダーペダルの操作をサボると、車でいうドリフト走行になるため、乗り心地が最悪になります。さて、今日はここまでです。次回は、高度の変更と速度の変更です。続きが見たい方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。では、柚木ゆかりがお送りしました。